磯田道文です。今日はこの日文研の夢殿と言われている建物を前にお話したいと思います。私の研究は日本史の中でも、近世から近代、近世と言いますと戦国時代の終わりぐらいから江戸時代を指すことが多いですね。特に幕末から近代にかけての変化、19世紀と呼ばれる西暦1800年代のことを研究しています。中でもこの国際日本文化研究センターでは今やっている共同研究はですね、本草学という、本草学といいますと薬品だとか博物学に近いようなものですけれども、理工系の方々と一緒に共同研究をして、今、感染症が流行っていますけれども過去の病気の歴史だとか、こんな古文書ありますよね。私古文書解読するのが好きなもんですから、これいろんなところで、お薬を取ってきた人の記録ですけど、諸種採薬記と。で書いたのはこれお庭版ですね。徳川吉宗の横によく忍者がいますけど、忍者の研究も実はしております。今日はちょっとそれは置いときまして、でこれやっているうちに本草学の中で特によくですねやりますのが柑橘類の研究をみんなでやっているようで、その支援なんかもしたいと思います。江戸時代みかんだとか橘とかいうようなものがどういうふうに栽培されていたのかとかいうような研究ですね。意外とね、あとそういう研究ってこれ例えば桜島焼き出しの記録ですから、要するに鹿児島県の桜島の噴火の記録ですけど、この中に県上のみかんが被害を受けたと書いてあるから、こういう災害史も私やってるんですが、災害史をやりながらもみかんの研究ともつながってくるというところが面白いところですよね。あとこの災害の歴史、なぜやるかっていうと、歴史学っていうのは過去のことを勉強していくとですね、似た現象が起こるもんですから、未来の災害などの対策にも役に立つわけですね。感染症だとか災害だとかそういうものの対策にも役に立つということがあります。日文系は京都にありますけど、数日前も大雨が降って京都岡崎の疎水に白川砂がどーっと流れ込むということがありましたけど、ここやっぱり江戸時代、これ安永年間ですから江戸時代の半ば終わり頃に差し掛かったところですけど、白川の山崩れが起きてとこう書いてますよね。それで、白川の橋に、どうこうなったとか、砂が流れ込んだとか、あと京都の町、洪水が起きて、何尺まで水にどこの場所が浸かったかということがこの古文書には見事に書かれていると。おそらくよく似た現象が今日もし京都が再び水害に襲われても同じように起きる可能性があるわけですよね。これ例えば二条の橋が押し流されたなんてことを書いてますよね。いやこれ見たらね、結構京都なんて割に標高が高い場所で盆地だからそんなに水に浸からないんじゃないかなと思うんですけど、見てみたら割と使ってる場所あるんですよね。鴨川が暴れ川だなんて今近代的な土木工事で忘れ去られてるように思いますけれども、実は鴨川暴れていて、時々ねヒヤッとすることがあるんですけど、やっぱり古文書に出てくる洪水の姿に近いですね。我々がドキッとするこの京都周辺の川の暴れ方もそんな風ですね。ですから今の我々に役に立つ歴史学ということでここで外国の方ももちろん、理工系の方とか、多様な人と一緒に古文書これについての研究を進めています。
いろんな機会で皆様の前でお話しすることがあるかと思いますから、ぜひその時には日文系の磯田道文の話聞いてください。ありがとうございました。